第一章、宿命の誓い、若き志士、炎の中でローマを憎む。紀元前247年、地中海の南岸、北アフリカの港湾都市、カルタゴ。この地は当時の地中海世界でローマと双璧をなす大国であった。商業と海軍力を誇り、アフリカ、イベリア半島、シチリア島に勢力を広げたこの国家は、フェニキアの娘とも呼ばれ、古代東方の交易文明の末裔だった。しかし、ハンニバルが生まれたその年、カルタゴは苦境にあった。第一次ポエニ戦争の敗北により、シチリアをローマに奪われ、莫大な賠償金を課されていたのだ。地中海の覇権を握る夢は打ち砕かれ、国民は屈辱に沈んでいた。その絶望の時代に生まれたのがハンニバル・バルカ。父はカルタゴの名将ハミルカル・バルカ。ハンニバルがまだ9歳の時、父ハミルカルは彼をカルタゴの神々の祭壇に連れて行き、炎の揺らめく中で誓いを立てさせた。我が息子よ、ローマを決して許すな。神々に誓え、我らバルカ家の血をもってローマを滅ぼすと。幼いハンニバルは燃え盛る炎に右手を差し出し誓った。この誓いこそ後の地中海世界を二分する戦いの原点となる。カルタゴの軍事力と文化。カルタゴの軍は独特の構造を持っていた。その中心はカルタゴ市民ではなく、周辺の属州から徴募された傭兵軍である。リビア人歩兵、ヌミディアの騎兵、イベリアの戦士たち、そしてガリアの蛮族。それぞれが異なる戦闘文化を持ち、カルタゴ軍は多民族連合の寄せ集めであった。そのため統率は難しい。だがハミルカルも後にハンニバルもこの混成軍を天才的なカリスマでまとめ上げた。特に父ハミルカルはローマに敗北した後も執念深く戦いを続け、イベリア半島、現在のスペインへ渡って新たな勢力を築いていた。そこは銀や鉄が豊富で、資金源としても軍需拠点としても最適だった。ハンニバルはこの遠征軍に幼くして同行し、実戦の空気を肌で学んだ。戦場の匂い、剣撃の響き、血と砂の味。少年の魂は早くも戦に染まっていった。父の死、そして若き将の誕生。やがてハミルカルは戦場で命を落とす。指揮権はハンニバルの義兄ハスドルバルに引き継がれた。ハスドルバルは外交的な人物で、ローマとの緊張を一時的に和らげつつイベリア支配を固める政策を進めた。しかし紀元前221年、ハスドルバルが暗殺される。その時、カルタゴ遠征軍の将兵たちは一斉に声を上げた。ハンニバルを総司令官に。年齢わずか26歳、若き司令官の統治。ハンニバルはまずイベリアの先住部族を次々と征服し、強力な軍事国家カルタゴにれば新カルタゴを建設。この地を拠点に武器工房、港湾、訓練場を整備し、ローマが恐れるに足る軍を整えていった。彼の軍の特徴は機動戦術である。カルタゴ軍の核は騎兵、特にヌミディアの軽騎兵とイベリア騎兵だった。彼らは長槍と小盾で敵を翻弄する戦術を得意とした。ハンニバルはこれらを組み合わせた包囲と撹乱の戦闘を理想とした。戦雲、再び立ち込める。ローマはこの動きを見ていた。イベリア半島南部にはローマと同盟を結ぶ都市国家サグントゥムがあった。ローマはそこを勢力圏と主張し、ハンニバルに警告を送る。だがハンニバルは冷笑した。紀元前219年、ハンニバルはサグントゥムを包囲する。8ヶ月に及ぶ包囲戦の末、都市は陥落。ローマの使者がカルタゴ本国に現れ、怒りを込めて言い放つ。戦か服従か。カルタゴ元老院の老臣たちは沈黙した。しかしハンニバルの名を信じる者たちは答えた。戦だ。こうして第二次トエニ戦争の火蓋が切って落とされた。第2章、アルプスを越えし英雄、死の山脈を制した男。紀元前218年、カルタゴの若き将ハンニバル・バルカはついに宿命の敵ローマへの進撃を決意した。戦略家としての彼の頭脳はすでに地中海全体を見渡していた。ローマは陸軍の巨人、海を渡って攻めることは不可能。ならば敵の予想を裏切る道を行く。その決断が後世の軍事史に永遠に刻まれる伝説を生んだ。彼の描いた戦略地図は壮大であった。まずイベリア半島からピレネー山脈を越え、ガリア、現在のフランス南部を横断。さらにアルプス山脈を越えて北イタリアへ侵入する。誰も試みたことのない陸路によるイタリア侵攻。当時アルプスは神々の壁と呼ばれ、人
人が越えられる場所ではなかった。しかしハンニバルは戦術だけでなく心理も読んでいた。ローマ人は海から敵が来ることしか考えない。だからこそ山から現れる時、奴らの心は砕ける。彼は決して無謀な賭けを打ったわけではない。ローマの北方防衛は薄く、北イタリアのガリア人部族はローマ支配に反発していた。彼らが味方になれば戦略上の優位は計り知れない。それこそがハンニバルの狙いだった。行軍の始まり、ハンニバルは総勢9万の歩兵、1万2000の騎兵、そして37頭の先祖を率いて進軍を開始した。出発点は新カルタゴ、現在のカルタヘナ。スペインの太陽の下を出発した軍勢はやがてピレネイの峻険な山々を越えローヌ川へと至る。この行軍はすでに地獄のようだった。補給は乏しく、道は険しい。現地部族との戦闘も絶えない。それでもハンニバルは冷静だった。戦略の要は速度、すなわち敵の予測よりも早く動くこと。進軍中、彼は兵に向かってこう語ったと伝えられる。我らの敵は山ではない、恐怖だ。恐怖を超えられる者のみがローマにたどり着く。ローヌ川とかの奇策。ローヌ川ではローマ軍の石膏部隊が待ち構えていた。だがハンニバルは正面突破ではなく奇策を用いた。主力を待機させ、夜の闇に紛れて一部の兵を上流に渡らせる。翌朝、敵が本体に集中した瞬間、上流部隊が背後から攻撃を仕掛けた。ローマ軍は混乱し、カルタゴ軍は見事に川を渡りきった。この分進攻撃は後の戦士でもしばしば模倣されることとなる。アルプスへの挑戦、ローヌを渡り、いよいよ運命の峠へ向かう。彼らが選んだ道はアルプスの中でも最も険しいルートだった。初雪が降り始め、山道は氷と崖と風の荒野。山賊が襲い、道は崩れ、兵士たちは次々に命を落とした。象の足が滑り、谷底へ消えていく。寒風が兵の顔を裂き、凍てついた岩が靴を砕いた。軍勢は飢えと疲労の極限にあった。アルプスに挑んだ9万の兵のうち、イタリアにたどり着いたのは歩兵2万、騎兵6000、そしてわずか数頭の象。ほぼ半数が山に消えた。それでも彼は生き残り、士気を失わなかった。平原の雷鳴、紀元前218年晩秋、ついにハンニバル軍は北イタリアのポー平原に姿を現した。その光景はローマ人にとって悪夢だった。アルプスを越えた軍など存在しない、そう信じていた者たちの前に、傷つきながらもなお整然と行進する異国の兵と象が現れたのである。ローマは衝撃を受けた。そしてすぐにティキヌス川のほとりで最初の海戦が起きる。ローマ軍のスキピオ将軍、後のアフリカヌスは自ら騎兵を率いて出撃したが、ハンニバルの奇襲を受けて惨敗。彼自身も負傷し、息子、後に宿敵となるスキピオ・アフリカヌスに救われて撤退した。この戦いはハンニバルの新たな武器、ヌミディア騎兵の神速戦術の初演だった。彼らは軽装で敵の側面を突き、挑発しては逃げ、敵陣を混乱させる。正面からぶつからず、風のように翻弄し、じわじわと崩す。この柔軟な戦法こそ、後の艦内でローマを包囲する原型となる。トレビア川の戦い。ローマは雪辱を期して大軍を差し向けた。紀元前218年冬、トレビア川の戦い。気温は氷点下。ハンニバルは夜明け前に兵士たちに食事と火を与え、体を温めさせた。一方、ローマ軍は空腹のまま凍てつく川を渡って突撃してきた。その瞬間、ハンニバルは待ち伏せの伏兵に合図を送る。寒さに震えるローマ兵を横と背後からヌミディア騎兵が襲う。中央を押し返されたローマ軍は混乱し、退路を失った。川面は血で染まり、逃げ惑う兵たちは氷水の中で凍死した。戦いはハンニバルの完勝だった。この戦いの勝利により、イタリア半島全土が震撼した。人々は彼を神々の長寿と呼び、ローマ市民は恐怖におののいた。第三章、カンナへの惨劇。ローマを包み込んだ戦術の神。紀元前216年、ローマ共和国の首都ローマでは重苦しい沈黙が広がっていた。わずか2年の間にトレビア川、トラシメヌス湖で敗北。その度に数万の兵が死に、執政官たちは戦死していた。しかしローマ人は屈しない民族だった。彼らはカルタゴの最悪を討つため、かつてない規模の軍団を編成する。総勢8万、執政官ルキウス・アエミリウス・パウルスと
ガイウス・テレンティウス・ウアットの2名が指揮し、南イタリアの関内平原に布陣した。その背後には膨大な補給物資を備えた野営地があり、ローマはこの戦でハンニバルを完全に葬るつもりだった。だが、その対岸に立つカルタゴの軍勢、それは疲弊しながらも精鋭であり、ハンニバルの下で鍛え上げられた意志を持つ軍であった。兵数はわずか5万。陣形の謎。戦いの朝、ハンニバルは砂の上に木の枝を使って陣形を描いた。そして副官孫アスドルバル・マハルバルに命じる。敵の数に怯えるな。我らは数ではなく形で勝つ。彼が取った陣形は極めて異質だった。中央にはガリア人とイベリア人の歩兵を並べ、彼らをわずかに前方に突出させる。両翼には精鋭のアフリカ兵、重装歩兵を配置。さらに両端の外側にはヌミディア騎兵とイベリア騎兵を置いた。一見すれば中央が薄く両端が厚いくの字型。常識では中央突破されやすい危険な布陣だが、ハンニバルの狙いはまさにそこにあった。開戦。夏の日差しが左陣を焼く。ローマ軍が前進を始めた瞬間、ハンニバルは小さくつぶやいた。来たか愚か者ども。ローマ軍の中央部は密集しすぎていた。その重装歩兵たちは押し合うようにして進み、敵を粉砕するつもりでいた。しかしハンニバルは中央部の兵に命じる。一歩ずつ下がれ。それは逃走ではなかった。緩やかに後退しながら中央が弓なりにへこんでいく。まるでローマ軍を包み込むために形を変えていく蛇のように、敵は勢いを増し中央突破に夢中になった。だが気づけば彼らは左右からアフリカ兵に挟まれていた。両翼包囲の完成。この瞬間、ハンニバルの頭の中では完璧な絵が完成していた。中央のガリア兵が押し返され、左右の重装歩兵が敵の側面を閉じていく。同時に両翼の騎兵が敵の後方へ回り込み、包囲の輪が完成する。これが後世に寛大戦術として伝わる両翼包囲殲滅戦である。敵が自ら突進し、その勢いで袋の中へ入り込む。それを外側から完全に締め上げる。ローマ軍はまさに自分たちの重さで押しつぶされていった。やがて叫び声も混乱も消え、ただ圧殺の音だけが響いた。血と砂が混じり合い、太陽の下で赤黒い蒸気が上がる。その惨状をハンニバルは冷ややかな目で見つめていた。歴史上最大の殺戮、幽谷、カンナエの地は死体で埋め尽くされていた。ローマ軍8万のうち5万人が殺され、捕虜1万、生きて帰った者はわずか数千。執政官アエミリウス・パウルスは戦場で戦死し、ラッドは逃亡。この日、ローマの元老院議員や貴族の息子たちの多くが戦死した。共和国の指導層は壊滅的な損害を受けた。戦後、カンナエの地を訪れた歴史家リウイウスは、風が死者のうめき声を運ぶようだったと記している。ハンニバルは勝利を告げる角笛を鳴らし、天を仰いだ。彼の副官マハルバルが言った。将軍よ、今すぐローマへ。この勢いで進めば5日で城門に入れます。だがハンニバルは静かに首を振った。ローマは剣で倒せぬ。奴らの魂を砕かねばならぬ。彼は進軍を止め、同盟都市の離反を促す。政治戦へと切り替えた。冷静な判断だったが、この判断こそが後に最大の勝利が最大の敗因となったと歴史に記される。第4章、勝利の中の孤独。カンナエの戦いの翌日、地中海の空は静寂の青に包まれていた。血の匂いが漂う平原の上でハンニバルは戦場を歩いた。無数の遺体、折れた槍、沈黙した軍旗。だがその目には勝利の喜びよりも深い憂いが宿っていた。奴らはこれでも膝をつかぬか。ハンニバルは知っていた。ローマという国家は兵を殺しても死なぬ。それは市民と元老院、そして誇りで結ばれた鉄の共同体だった。彼が本当に倒すべきはローマの精神そのものだった。補給なき遠征。カンナエの勝利の方はカルタゴにも届いた。だが元老院は冷ややかだった。彼らは商業都市であり、戦よりも利を優先する。ローマは遠すぎる。資金が足りぬ。回路が危険だ。その言葉の裏でハンニバルの弟ハスドルバルが増援を求めて動いていたが、結局大規模な援軍は送られなかった。ハンニバルの軍は孤立した。補給線は断たれ、兵の装備は擦り切れ、象は全て死に絶えた。
それでも彼は進軍を続けた。南イタリアの都市カプア、タレントム、ブルティウムを次々と落とし、ローマの同盟能を崩そうとした。ローマを直接攻めず、その盟友を奪っていく。経済的、心理的にローマを孤立させる解体戦略。だがローマは再び立ち上がる。敗北しても市民が自ら武具を鍛え、新たな軍団を組織した。戦場で勝ち、戦略で追い詰めながら、ハンニバルは少しずつローマの異常な生命力に気づいていく。カプアの元年、紀元前215年、イタリア第2の都市カプアがローマを裏切り、ハンニバルの側についた。この都市は肥沃で物資も豊富。彼の軍は久しぶりに休息を得た。だがそれが彼にとって最大の過ちだったと後に言われる。兵士たちは豪奢な都市の生活に慣れ、ワインと娼婦、温泉と安逸に溺れた。ローマ人は皮肉を込めてこう言った。カプアがアルプスよりも恐ろしい。それでもハンニバルは油断していたわけではない。この間に彼は次なる策を練っていた。ローマを孤立させるための外交。彼はマケドニアの王フィリッポス5世と密約を結び、東方からローマを攻撃する構想を立てた。さらにシチリア島ではカルタゴ艦隊が活動を再開し、戦線は地中海全域へと広がっていった。しかしカルタゴ本国は再び動かず、ローマは一方で資金を調達し、新たな軍を訓練し、反逆都市を一つずつ潰していった。カプアもやがて陥落し、住民の多くが処刑された。ローマの報復は容赦がなかった。天才の疲弊。カンパニアの戦い以降、ハンニバルは南部イタリアを転戦しながら十数年を過ごした。その間、幾度も奇襲と機動戦でローマ軍を翻弄した。彼の戦術は常に柔軟で、地形を読む目は神の域にあった。例えばゲルニウムの戦いでは自軍を小部隊に分けて一見敗走するふりをし、追撃してきたローマ軍を沼地に誘い込んで包囲した。野良の戦いでは夜の霧を利用して陣形を錯乱させ、敵を混乱に陥れた。しかしその動きも次第に弱まっていく。補給の途絶、兵の疲弊、傭兵の離反、後方支援がなければどれほどの天才でも戦は続けられない。彼の弟ハスドルバルがイベリアで奮戦していたが、紀元前207年、メタウルス川の戦いで戦死。その首がハンニバルの陣営に投げ込まれた時、彼は長く沈黙し、こうつぶやいた。カルタゴはもうここに来ない。その声には怒りも悲嘆もなかった。ただ戦の神に見放された者の静かな定感だけがあった。ローマの再構築。一方ローマは敗北を糧にして強くなっていた。カンナへの惨劇から生き残った兵を再編し、軍政を改良し、補給と徴兵の制度を合理化した。そして戦場に若き英雄が現れる。後の宿敵プブリウス・コルネリウス・スキピオである。彼はトレビアで父を救い、カンナエを生き延びた数少ない男。ハンニバルの戦術を研究し、イベリアで新戦法を確立しつつあった。彼の指揮するローマ軍はカルタゴの拠点を次々と奪い、ついに新カルタゴ、ハンニバルの出発地を陥落させる。カルタゴの命脈が静かに断たれていった。それでもハンニバルは退かなかった。彼は小規模な奇襲、野襲、陽動を繰り返し、ローマ軍をイタリア各地で消耗させた。もはや勝利ではなく、尊厳のための戦いだった。副官マハルバルが問うた。将軍、これ以上何のために戦うのです。ハンニバルは短く答えた。約束のためだ。炎の中で父と神々に誓った約束のために。16年、その年月、ローマの地を踏んだ異国の将は一度として本国の援軍を受けなかった。彼の旗の下に集った兵はやり続けた。そして紀元前203年、カルタゴ本国が危機に瀕するスキピオがアフリカに上陸したのだ。老兵たちがハンニバルに言った。祖国が呼んでおります。彼はしばし沈黙し、南イタリアの空を見上げた。彼は撤退を決意し、イタリアを離れる。この撤退こそローマ人にとって悪夢が去った朝だった。第5章、ザマの決戦。紀元前203年、イタリアの南端ブルティウムにてハンニバルは最後の野営をしていた。16年に及ぶ戦いの末、彼の陣営は疲弊しきっていた。兵は減り、補給は絶え、忠実な副官マハルバルも多い。将軍自身も髭に白いものが混じり始めていた。その時、カルタゴからの急使が到着する。将軍、ローマ軍がアフリカに上陸しました。スキピオ・アフリカヌスの軍です。
その知らせを聞いたハンニバルは全軍に帰還を命じ、故郷カルタゴへと向かう。アフリカへの帰還。ハンニバルがカルタゴの港に帰還した時、町はすでに強硬状態だった。ローマのスキピオは巧妙な外交で周辺国を味方につけ、ヌミディアの騎兵王マシニッサを同盟に引き入れていた。これによってローマ軍はかつてハンニバルが最も得意とした騎兵戦力を奪われたことになる。カルタゴ元老院は彼に全てを託した。彼は急ぎ兵を集めた。歴戦の兵はわずか数千、残りは新兵と傭兵、さらには民兵や徴収した農民まで含まれていた。それでも彼は戦術の全てを使ってこの軍を鍛え上げる。彼に残された武器は知略と誇りだけだった。ザマ平原。紀元前202年、北アフリカのザマ平原。砂漠の風が吹き、空は乾ききった青。ここにローマとカルタゴの宿命の最終決戦が始まる。ハンニバル軍約4万、スキピオ軍約 3.5 万とマシニッサの騎兵1万。地形は開けた平原、つまり騎兵戦に向いた地。だが今や騎兵の優勢はローマ側にあった。ハンニバルの布陣は3層構造だった。第1列ガリア人、リビア人などの傭兵、第2列カルタゴ市民兵、第3列イタリアから連れ帰った歴戦の兵士、さらにその前に90頭もの戦像を並べた。像はローマ兵を恐怖させ敵陣を混乱させるための心理兵器だが、スキピオはそれを計算済みだった。海戦、風を読む者と備える者、夜明けとともにハンニバルは像を前進させた。地響きが起こり砂が舞う。ローマ兵の顔が緊張でこわばる。だがスキピオは冷静だった。彼は渋滞の間に通路を作り像を通り抜けさせる戦法をとっていたのだ。この陣形はまるでハンニバルの戦術を逆用したものだった。槍の雨とラッパの音に驚いた象たちは暴走し、方向を変えて自軍を踏み荒らす。ハンニバルの第一列が混乱に陥る。秩序を保て。彼の怒号が響く。傭兵たちは奮闘するが、スキピオの軍は巧みに前進と後退を繰り返し、戦列を崩さない。両軍の中央が衝突する。剣と盾が打ち合い、砂と血が舞い上がる。カルタゴの前列が押し込まれ、第2列のカルタゴ市民兵と衝突。味方同士が混乱に陥る。まさにローマの狙い通り、戦術の頂点と崩壊。この時ハンニバルは第3列自らの親衛隊を動かさなかった。彼は戦場全体を観察し敵の弱点を探していた。中央の押し引きが極限に達した瞬間、彼はついに手を挙げ最後の突撃を命じた。老将の声が乾いた空気を裂く。前進。これがカルタゴ最後の一撃だ。第3列の重装歩兵が突撃。その勢いは凄まじく一時ローマの中央を押し返した。しかしその瞬間、ローマ騎兵が背後に現れる。マシニッサの騎兵が砂陣を巻き上げながら後方を襲ったのだ。包囲。それはかつてハンニバル自身が艦内で用いた戦術、両翼包囲殲滅だった。運命は皮肉だった。戦術の神は己の作り出した術によって打ち倒されたのである。敗北と大和。戦いが終わる頃、ザマの平原は夕焼けに染まっていた。ローマ軍は勝利し、カルタゴ軍は壊滅。戦死者は2万人、捕虜1万人。翌日、スキピオとハンニバルが会見する。スキピオは問う。なぜ勝てなかった？ハンニバルは静かに答える。若き日の私が今のあなたを敵にしていたら、あるいは世界は違っていたかもしれぬ。だが、神々はすでにカルタゴを見放した。戦術で勝てても、運命には勝てんのだ。スキピオは彼を敬意を持って見送り、カルタゴに対して寛大な講和条件を提示した。戦後のカルタゴ敗北後、カルタゴはローマの属国となった。軍船の保有は禁止され、莫大な賠償金を課された。ハンニバルは責任を問われたが、民衆の支持は失わなかった。彼は政治家として立ち上がり、腐敗した元老院を改革し、財政を立て直して国を蘇らせた。だが、ローマはそれを恐れた。ハンニバルが再び立ち上がると、そして彼の引き渡しを要求する。ハンニバルは追われる身となった。亡命の旅。紀元前195年、カルタゴの港。ハンニバルは一隻の小舟に乗り、故郷を離れた。
彼の年すでに50を超えていたハンニバルはまずフェニキア系とシティルスを経て地中海を東へ渡り、シリア王国のアンティオコス3世のもとへ赴いた。アンティオコスはセレウコス朝の雄であり、当時ローマと緊張関係にあった。王はハンニバルを歓待し尋ねた。あなたはローマを倒せるか。老将は微笑み、砂の上に棒で図を描いた。それはかつて艦内で見せた包囲戦の陣形、兵の数ではなく配置と心だ。それを理解すれば神々さえ倒せる。アンティオコスは感嘆した。だが王の取り巻きたちはこの異国の将を疎んだ。戦略を進言しても聞き入れられず、やがてアンティオコスはローマと戦って敗れた。その敗北で再びハンニバルは追われる身となる。最後の日、ローマの影はどこまでも追ってくる。ついにハンニバルの屋敷は包囲され、逃げ場を失う。老将は静かに椅子に腰を下ろし、懐から小さな青い瓶を取り出した。それはずっと懐に忍ばせていた毒だった。彼はそれを見つめ微笑んだ。ローマが恐れるのはまだ私という名そのものか。ならば私の死で彼らを安心させよう。そしてゆっくりと線を抜き、口に含んだ。静かな呼吸、かすかな震え。やがて彼の瞳から光が消えた。紀元前183年、ハンニバル、享年およそ64。彼の最後の言葉は謹慎に記録されている解放の中に死す。それが我が生涯の最も自由な瞬間だ。永遠の影響。ローマの元老院は彼の死を聞いて安堵したという。だが後のローマ人たちは彼を最も偉大な敵として称えた。スキピオ・アフリカヌスは晩年友人に語った。もし私がいなければハンニバルが地上の王であっただろう。ナポレオンは彼を戦略の父と呼び、ドイツ参謀本部は彼の戦術を教材とした。そして今日でも軍事学の教科書で艦内戦術は理想の包囲戦として語られる。